すでに発表させていただいております大臣女子初のタイトルマッチとなります。大臣女子スーパートム級チャンピオンシップで初代女王の座をかけて激闘する浜崎彩花選手、朝倉環奈選手。朝倉選手、トーナメント優勝して、本当に強い選手だと思ってます。若いし、今も伸び盛りだと思ってますが、まだまだ追いつかせないぞという気持ちも持ってます。去年も、不利なんじゃないかって言われる中でベルトを巻くことができたので、そういう時こそ自分はいつも以上の力を出せると思ってます。今年も勝ってしっかりベルトを巻きたいと思います。これだけ注目を浴びた中で結果を出したりしっかり発言して、やっぱその言葉たちに飲み込まれずに自分の道を歩いている彼女たちを見るとすごく輝いて見えるしかっこいいなって思います。彩香は本当に彼女が道場に来てからずっと見てきた子なんで、環奈ちゃんはデビューする前からやっぱり見てる子なので、どういう言葉でまとめるかっていうかまとめれないほどな思いはありますけどね。勝負の世界何が起こるかわからないので、でも9割は浜崎さんが勝つと私は思っています。言わなくてよくないと思いましたけどねでも玲奈さんは環奈ともやってるし、浜崎さんとも練習してるから余計わかるんじゃないですかね。でも1あるなら大丈夫です。自分ならやれるんじゃないかなって思ってます。心配ですか心配。うるせえ、お前が心配するんじゃねえ。今回行くのはちなみに場所的にはどこ、何市？サンディエゴ。どこなんですかねどこ、あったかいとこです毎日インスタライブできたら、じゃあさ、毎日さ、だってさ、でもさ、カンナがインスタライブする時間みんな寝てるかもしれないよ一人で「こんにちは明日行く」っつったら「みたいな「明日行くの?」みたいな感じでしたよ。本当にもう寂しがってる暇もなく今日になっちゃいました。頑張って。どうしよう。行くしかないよ。行くしかないよ。頑張って。今日も？そうよ。試合の時にいつももらうんですよ、これを。ウケる。誰か同行してくれるのかなと思ったんですけど、一人ですもんね。ここに来てすごい心配が増えましたいろんなものを背負って行ってるので、それは分かってると思うので、何かしら変わって帰ってくると思います。バイバイ。じゃあね。頑張って。いってらっしゃい。ここはどこですか？ここがジムです。ジムの名前は？テンスプラネット。テンスプラネット。すごいジム。すごいです。格闘技を知らないからあんまりすごさ分かんなかったけど、すごいジムです。すごい人ばっかだよね。ここは本当寝技特化してるというか、だいぶ覚えましたね。やられた技はもうとりあえず聞いて、これはどうやってやるんですかって、こんな技あるのみたいなの何個も。日本は行きましょう。So, I'll be at your fight.
多分ベラトールの放送でも流れるし UFC の放送でも流れるしライジンでも流れる。どこでもやられてたら困りますね。まあちょっと頑張ります。ボコボコってよりもなんかもう遊ばれてる感じ。パンチでももカンとかすごい痛くなります。膝食らったぐらい。女子でこんなに強い人がやっぱいるんだって。今まではこう UFC 出てる人とスパーリングすることもないし、なんかそれを自分で体感して同じ人間とは思えなかったですね。それぐらい強い。びっくりします。もう逃げなくても全然逃げれないですよ。体重とかじゃなくて。Kanda's great. She's a lot of fun. She has very good spirits, very genki, and she's very talented. So I look forward to seeing how she does in her fight.寝技がすごいうまくて、テイクダウン取れるのに決められちゃったりとかしょっちゅうでしたね。完全に寝技では遊ばれちゃう。遊ばれちゃう。もう試されてるっていうか。One more week, right? One more week here? Yeah. So now we're working hard to improve her strength. Yeah. You know, physical strength. You know? Yeah. But also her technique on the ground is getting very sharp. And then angular attack, very good. She's getting better and better every day. I would like her to be here all the time if I could, but you know, up to Risen, right? Up to her. やっぱテイクダウンは嫌いいうこともそれありますけど、やっぱり取りいけるんで、その部分では自信持っていいところなんだなって。階級みんな上だったりもするけど、女子がこんなにいるジムって日本じゃないじゃないですか。いや、かなり楽しいです。見てるだけでも楽しいし、すごい充実してます。1, 2, 3. 最初はもうなんかもう練習も辛いし寂しいしみたいな感じだったんですけど、今は練習も楽しくなってきたし、ニコニコしてればとりあえず大丈夫です。喋れなくてもニコってしてればまあ大丈夫ですね。イリマのお家です。イリマさん。はい。本当はホテルだったんですけど、イリマがお家おいでって言ってくれたんで、その英語を分からず OK しちゃったら内緒にしてきます。チャンピオンの家に居候して。いいね。Next, her opponent very strong, you know. Yes, Ayaka. Yeah, Hamasaki. Yeah. I watched her in Invicta. I watched her fight. Good experience, veteran. But you're younger. She's old. Yeah. あなたは若くて強く。Yeah, she's there. Yeah. なんか自分が強くなってる実感がないっていうか、練習もだから楽しくもないし、
なんかそれが玲奈さんの試合前からずっとあって、やっぱ男の選手とかだとやられて当たり前みたいな感じが自分の中であるじゃないですか。それがなかなかこう何しても勝てなかったりとかすると、強くなってんだかなってないんだかって全然わかんないじゃないですか。なんか今までは勢いでやれてたけど、タックル入るのに怖くなっちゃったりとかが練習中にあったんで、今何やってんだろうみたいな、何を目標にやってんだろうみたいな。自分がちっちゃいですね、やっぱ。なんかこんなんだったなって。すごい。これ決まったんですよ。さあ、アームロック大声援。彩香は本当に彼女が道場に来てからずっと見てきた子なんで、柔道出身だったのでできることっていうのは本当に袈裟固めとかアームロックぐらいだったんですね。だけどその一つ一つがもう100点というか、同じ階級の女子で私はもう負けたくないっていう気持ちもあったんですけど、スパーでボッコボコにやられるんですよ、毎回。試合に対してもいろんな葛藤、頑張っても頑張ってもやっぱり今より上っていうのがなかったと思うので。見てくれてるんですよね。格闘技テレビでやってるの委員長から聞いてたから見たよって、ちょっとだけ映ってたねっていう人とか、動機がするとかおばあちゃんが。総合格闘技は今年の4月からちゃんとしっかり始めました。そのうちプロになりたいと思ってます。ACC に来て彩香さんとかまた憧れてもっとやりたいなって思いました。鬼強いです。日本で彩香さんにかなう人はいないんじゃないかなと思うので。私は上だともう思ってないですし、しっかりそこはチャレンジする気持ちで挑戦者のつもりで毎回そうですけど。まだ朝倉選手レスリング強いので、ACC といえばレスリングなんで、それはもう練習でしっかりできてると思うので。僕もレスリング出身なんで、レスラーが嫌なことも分かるし、もちろんカンナは小学生から知ってますから、タックルに合わせて打撃を打つも一つだし、タックルを切ることも一つだし、タックルのカウンターでタックル入るっていうのも一つだし、いろいろやり方はあるんでね、彩香が一番やりやすいやり方をやっていきたいなっていうことですね。まだ正面おつけろまだ切る横つない高いなまだ
かくもう本当に全て出し切ってみんなに伝わるような戦いができればいいのかなとも思うし、そこを見たいなと。本当に挑戦っていうか全部ぶつけてやるみたいな感じです。自分は本当にできない子だったんで、なんかこうでもずっと続けてればどんどん強くなれるし結果も出るんだっていうのを見せれたりとか、一個一個大変だったけど乗り越えてこれたんで、実際練習行ってみてやっぱそのスコスコにされてこんなん知らんかったわっていう純粋な気持ちがやっぱり人の能力っていうか成長をね絶対ね可能性を上げていくものなんですよ。人の言葉を吸収したり技術を吸収してそれがもうどんどん体に入っていく体力だと思うんですね。本当にいつもチャレンジャーの気持ちで挑みますし、勝つか負けるかみたいなものでもう這い上がってきてるんです。彼女はやっぱりそこの強さが持ってると思いますね。世界で戦ってきたっていう、プライドじゃないですけどここでは負けられないなっていう気持ちはあります。やっぱり年末はベルトを巻いて年越ししたいっていうのはありますね。雷神っていう舞台ができてそこにチャレンジさせてもらうことができて、まだ彼女のね目が変わったんですよね。闘争本能むき出しっていうよりもなんかもう格闘技始めた頃の彩香に戻れていて、いろんなプレッシャーもちろんあると思うんですけどすごい好きで楽しんでるように見えるんですよね。格闘技を楽しみながらこの先またどんどん強くなっていきそうに思いますね。失礼します。いやもう本当にいろんなことがありました。でもたくさん成長できたので、でもスカッとしたいので今年は、はい。これより第1試合を行います。朝倉聖なリベンジ失敗。一旦格闘技から離れようかなと思ってます。ちょっと一回女の子に戻りたいなっていう、誰とも競わなくていい、強さを求めなくてもいいっていう日々を少し過ごしたいなっていうふうに思いましたね。もう何も考えてなかったですね。格闘技のことはワンちゃんと戯れて旅行に行ったり家族と過ごしたり友達と遊びに行ったり、でもやっぱりどこかしらモヤモヤ感っていうのがずっと残ってて、モヤモヤするっていうことはまだなんだな、それだったらやらなきゃ今しかできないよ。やっぱり私はリングが好きだし、ライジンと共に強くなってきた、大きくなってきたって思ってるので、大晦日私がいないのは、ライジンではないって思えたので頑張りたいなって。ファイターたちも進化しています。私多分すごく強くなってるんですよ。もう全然昔より打撃でも寝技でもできる自信が増えましたね。9割世界を取った浜崎彩香が勝つとは私は思ってますね。浜崎さんが取ったらやっぱり私は
子供なので試合をすることはないですが、ベルトがゴールでは私は今は決してないので、なんか私は私しか伝えられないこと、私しかできないことっていうものは多少なりともあるとは思っているので。そうですね。ワンとか見てきて、すごいラブコールありましたよ、レイナさんに対して。いろんなお話もたくさんいただいたんですけど、本場アメリカのですね、当面ベラトールという舞台をに関してはですね、ライジンの中で結果を出してくるとですね、出場する機会が、得られますので。記者会見びっくりしたんですけど、そういう選択肢も増えてすごく楽しみではありますね。どこまで通用するのかっていうのを試せれる最高の場だと思うので。プロの国内のキックボクシングチャンピオン、グラップリングの大会とかにも出場して立ってるしそういう選手です。ものすごい気が強いんですよ。絶対下がらないです。で打ち合いの中からこう活路を見出していくようなファイターだと思います。ちょっと話した時も何が何でも勝ちに行くと。もうすっきりしたいので殴り合いもあるかなと、久しぶりに大晦日はやっぱり格闘技のお祭りなので、ライジンのお祭りなので、そこにはやっぱり私がいないと。I think Bellator bringing me over to Japan because if anybody in this organization gonna get it done, it's me. I'm the best champion we got here. I'm the best 135-pounder in the world, so I'm coming out here to show it. I feel like once I get my hands on this guy, he's gonna feel like there's never been a guy who's gonna grab him the way I'm gonna grab him December 31st, so that's gonna be the difference. I do believe I'll come to Japan and show what a world-class fighter is. I feel like the wave, you got a young, hungry wrestler who's in the business now, so come and get what's mine. この団体のチャンピオン、ベラトールのチャンピオンからすげえなみたいな、しっかりライジンファイターの代表としてしっかり勝ちたいなと思ってますね。もう本当最後かもしれないんで、全力で最高の舞台で最高の北岡悟相手に最高のカーディ達也を用意したいなと思ってます。まあ死にはしないっすよ、負けても死にはしない。だけど存在が全否定されて消えるっていうぐらいのものじゃなきゃ格闘技じゃないですよね。北岡悟といえばマイメロなんだけれども、まだ好きなのか。彼女とかと一緒で一回好きになったものはなかなかね、大嫌いにはなかなかなれないですよね。付き合ったことは割と定期的に思い出すの。付き合ったことって僕2人だけなんで、正式に付き合ったことあるのは。だからまあしょうがないですよね。待ってね、いくつだっけ？僕38です経験人数は15人以上いますよ。そんなこと聞いてるよ入場の時のあの顔もそうしようって決めてやってんのか。それは企業秘密だから教えません。